こんにちは、会長です。以前の動画で今後のトレンドについて話をしましたが、実はもう一つ気になるものがあったので、今回は雑談形式でそんな話をしたいと思います。皆さんはメゾンマルジェラをご存知でしょうか？メゾンマルジェラは1988年にベルギー出身のデザイナーマルタン・マルジェラがパリに設立したファッションブランドです。インフルエンサーの方々が好きなブランドにあげることが多いからか、最近特に人気になっている印象です。マルジェラの洋服の特徴の一つにカレンダータグというのがあるんですが、普通洋服のタグってブランドの名前が書いてあると思うんですけど、マルジェラの場合は0から23までの数字が書いてあって、洋服のラインによって番号に丸がついているんです。いや、マルジェラが時計と関係あるんかいという声が聞こえてきた気がしましたが、実は関係あるんです。このカレンダータグの4番は女性のためのワードローブ、14番は男性のためのワードローブのラインであることを意味するんですが、最近マルジェラは4と14の両方に丸のついた洋服をリリースしているんです。これどういうことかっていうと、ジェンダーレスな洋服を提案しているということです。このジェンダーレスという流れ、時計界隈でも感じることがあったんです。先日バーチャル都会のデパートに行っていろいろと時計を見てきたんですが、そこの店員さんがいろいろと教えてくれまして、どうやら IWC のポルトギーゼ、女性に結構売れているらしいですね。いや、こんな大きいのつける人そんないないだろうと思ったんですが、ちゃんと人気の理由があったんです。大きい時計をつけると時計との対比で腕が細く華奢に見えるので、大きいものを選んでいる人がいるらしいんですよね。なるほどと思いまして、目から鱗だったわけです。そういう選び方あるのかと。今まで女性に大きいのは合わないと思ってましたが、これはこれでありかなと思ってしまいました。時計にもジェンダーレスの流れ来てると思いましたね。実際今までは時計にメンズ、レディースというわけがありましたが、最近ははっきりと表記しないブランドが出てきています。例えば IWC はホームページで時計を探すとき、男性用、女性用でソートできませんでした。さらにここ数年カラフルなダイヤルも増えてきていますよね。カラフルな時計は男性のみならず女性にも需要がありますから。それでジェンダーレス化の何がいいかっていうと、選択肢が増えるということが最大のメリットじゃないかと思います。何度も話題に出していますが、男女ともに時計の標準的なサイズがどんどん大きくなっているじゃないですか。細腕の方にとってこれって結構深刻な問題だと思うんです。でも時計のジェンダーレス化で男女ともに使えるデザインの時計が幅広いサイズ展開してくれれば、これは非常にありがたいことです。逆に男性の時計のデザインが好きな女性にとってもいいですよね。さらに先ほどのカラーダイヤルが増えているというのも、自分の気に入った色の時計が買えるわけですから、このジェンダーレス化という動きは非常に歓迎したいと思っています。余談ですが、バーチャルデパートで改めてポルトギーゼの実物を見ましたけど、クロノグラフのブラックの文字盤のやつ、めちゃくちゃかっこよかったです。写真より実物の方が圧倒的に綺麗でしたし、今後はあれを推していきたいと思いました。雑談形式になってしまいましたが、とにもかくにも言いたいことは、サイズと色のラインナップを増やしてほしいという切なる願いなわけです。では最後までご覧いただきありがとうございました。